酒は飲めない。僕は酒は腹いっぱい。三振は沖縄の人の心ですよ。本日は又吉さんと勝連さんに来ていただきました。はい、こんにちは。勝連です。私です。はい、よろしくお願いします。まず最初に、なんで始めようと思いました？僕の体験がそういう運動を起こしているんだけどね、若い時にブラジルのサンパウロ日本人学校に外務省から派遣されて3年間いたんですよ。それで8万人の県民がいて、日本の23倍の人があって、そこを回っているうちにいろんな体験をしました。そこの地方地方で沖縄の三振や沖縄の舞踊や民謡が根付いているということで感じて、そこでいとことサンパウロの郊外でドライブしてたら三振の音が聞こえてくるんですよ。それでその三振の音につられて行ってみたら、なんとそこで山奥で花祭りをしていると。花祭りをしている中でその舞台があって、そうやって出店があってやってるんですが、この舞台でも司会も舞台の上での舞踊はみんな沖縄の関係者で三振をやっている琉球舞踊があると。そういって出店も町民チャンピオンとか作ってるのもみんなうちなんですということでやってましたけどね。花祭りですので、もう今までにない見たことない花がもうたくさんあって、大きい花があったり、そういう中でのイベントの中で1万人から1万5千人ぐらいいましたかね。その大イベントの中で取り仕切ってるのはみんなうちなんですと。驚いたのは最後もう夕方になってもうイベントも終わりという中でカチャーシーが始まったもんだから、観衆もみんな総立ちになってカチャーシーを踊っている。うちなんつだけではなく、そこにはブラジル人も現地の人たちもいるし、ナイチャーたちもいるし、いろんな国からの移民の人たちもいるわけですから、総立ちになってカチャーシーやってるところ非常に感動というか感激をしていろいろやってるうちに、一つは沖縄の文化がね、歴史ももう120年経ってどんどん2世3世の時まではいいんだけど、もう今は4世5世の時代になって言葉も離れていってしまっているという中で、そういった文化もどんどん消滅している中で、どうしたもんかなということで帰ってきて、一旦消えた文化は持ち直すのに大変ですのでね、どうにか継承するためにはどういう方法をやったらどうかなということがこのプロジェクトの始まりです。で、その中で又吉さんと話すと、10年間経ってますので、僕らの目標は2つあるんですよね。それを土台にして、沖縄の豊かな文化を世界に発信すると。そうやってもう一つは、これからの沖縄の子どもたちにこの素晴らしい文化を伝える。伝えて誇りを持たせると。誇りを持てば、どこに行ってもどうすることはないと。2つの目標を持って10年間続けてきたわけなんだけど、我々は本当に1円もない予算もない中で、よくもこの10年間この三振を世界に125兆各国に送ることができたなというのは、一つはマスコミのタイムス、沖縄タイムスさん、そうやって琉球新報さんのところに行ってですね、県民に対して使っていない三振があったらぜひ寄贈してくださいと。初めは半信半疑集まるかなということが本音ですけどね、案外集まったもんですから、初めは20兆ぐらい集まりましたからね。プレーナイサー、これ運動成功するなということで続けて、そうやって毎年送る国を決めて三振を世界に10兆ずつ送ってきましたけどね。県民の善意で送られた三振はもうピンからキリまで弦が切れたり皮が切れたりいろんな三振が届いてくるわけなんだけど、それも修繕が必要だということでなるんだけど、我々はそういった予算もないしどうしたもんかなということで、あちこちの三振店をお願いして、最終的にはそばにいらっしゃる私秋森さんのところの三振店行って修理お願いしますということでお願いしたのが付き合いなんですよね。それで恐る修理代いくらですかと聞いたときは、そうに三振お金はいらないと、あんたがすべきことはあんた方がやってくれてるから技能を済むと
いうことで、今までのこれからの10年間の付き合いになっているわけなんです。最初、勝連さんから三振持ってこられたと思うんですけど、その時、なんかどう思いました？当時は、桂先生は僕を知らなかったんですよ。して同僚の校長先生同士の先生が、現在こんなして、桂先生がそういうプロジェクト考えてるけど、どう思うか、手伝ってくれませんかということで、その時ね、びっくりやったんですよ。世界のうちの人にこの三振を届けると。発想はすごくいいけど、どこまで続くかな。それがちょっと不安だったんです。だけど考えてみたら、僕は三振やしてもう60年近くなるんですよ。三振といえば沖縄県の楽器。それ沖縄の人だけが三振は使っている。本土までまだ認識されてない。それ僕らも行き詰まっていると。だけどこういうね、桂先生が世界のうちなんつに送るプロジェクト、これ聞いた時ですよ。もっと目が膨らむ。じゃあ沖縄だけのものを世界に送れることができたら、これは将来は琉球の楽器がこうみんなに認識されるんじゃないのか。そう思って、これ絶対にね、協力してやってあげないといけないなと。この発想がですね、桂先生の発想が本当に素晴らしくてね、この同じ仕事やってる人みんな考え同じだと思うけど、もうそれは話聞いたらぜひ協力して一緒にやってあげようと一緒にやったんです。もうそれが一番最初でね、素晴らしい発想ですよ。もう一つはですね、世界には沖縄県人会が105近くあるんだけど、世界のうちなん大会5年おきにやってるでしょ。これなぜできるかということを県民の皆さんも考えてもらいたいと思うんですけど、うちなん大会が世界に類を見ない大会、大きなイベントができるのは、一つは海外の県人会が支えているの県人会なんですよ。これ県人会を支えているのは何かというと、これは文化です。沖縄の文化。この2世3世まではうちなんの言葉もできて、県人会は成り立っていたんだけど、今4世5世になってくると県人会に振り向かない国も出てきて、果たしてこの県人会今後どうなるのかなというところに我々の三振が届いて復活したということが一番嬉しかったですね。その4世5世が県人会に振り向いたことが、そうやって県人会が存続したということ。この若者たちが沖縄の県人会になぜ振り向くものがあるかということは、先ほども言いましたように、若者たちを振り向かせる世界に誇る空手がある、三振がある、琉球舞踊がある、琉球民謡がある、組踊りがある、エイサーがあるということで、若者たちが沖縄の県人会に振り向いて、その未だに105県人会あるというのは世界に例がないと思いますよ。だからその文化が途絶えてしまったら、県人会も消滅して100年も経った後にはうちの大会も開けなくなるだろうということで、一番大事な部分じゃないかなと思います。これ今もう10年近くやって、はい、今年10年はあと10年。要望があるからね、切れることはないと思う。これは次の僕らも年ですので、継承者を決めて作って、しっかりと基盤を作って継続してもらいたい。これはもう沖縄県人会、あるいは県人会だけではなくて、そこに来ているエマさんたちも沖縄の文化をわざわざスイスから来るわけですからね。だからそれを僕らの運動は切れることはないと思う。これは大事に皆さんと共に考えてね、継続していきたいなと思っています。本谷さん、こういうプロジェクトとかは続いてほしいですか？これはもう最高ですよね。世界のうちら中でこういう楽器を認識させれば、世界の人たちもこの三振について認識してくれる。そしたら昔から僕は覚えてるけど、三振といえば沖縄だけの楽器だったけど、今本土でもすごく認識されて、琉球音楽に惹かれて、いっぱい支部から琉球音楽について学びたいとたくさんの希望者が出てきてるんですよ。だからそれと同様に世界にもですね、世界のうちなんちゅうこれやっていたら、沖縄じゃなくても世界の人が見向いてくれる。そうするといつかはバイオリンみたいに国際的になるんじゃないかとしてね、僕三種の歴史をね、文献なんかで見ると、沖縄に伝わったのは中国から来たと。これだけの文献しかないんですよ。じゃあ中国は三種どこから来たかと。これは文献にはないけど、考えてみると、
旧約聖書に弦3つついた楽器が出てくるそうです。聖書の中に。で、三振とは言わないけど、弦が3つついたといえば、三振ですよ。してね、それの後にヒントをして、4つの弦ができたらバイオリンじゃないかと。僕はそういう思ってるんですね。そうすると、三振もバイオリンの祖先にかもしれない。だから僕はね、この三振というのは、絶対に世界的にこれからどんどん広がっていくんじゃないかと。大きな夢を持っています。かつてギターが若者たちを虜にして魅了したように、今後は世界の若者たちが沖縄の三振を習いに、三振留学が生まれるぐらいになってるんですけどね。だから今後はギターの代わりに世界の若者たちが三振を文化が席巻する時が来るだろうと思います。だからどんどんもう先ほどから言ってる、そこに座ってる皆さんもそうだし、スイスからもトルコからも来てるしね。だから今後はその三振留学がどんどん世界の若者たちが沖縄にやってくるんじゃないかなと思っています。10月の時にフランスのパリ沖縄祭りに招待されて4名、またあんた私とそばのマネージャーともう一人行ってあそこで三振を披露してきましたけどね、非常にみんな喜んでもらって、やっぱし専門が古典音楽だから果たしてうまくいくかなと思ったんですけど、あそこにもフランスのシャンソンという有名な歌、僕ら意味がわからなくてもいい歌はわかるし、いい曲はわかるし、だから三振に古典であっても意味わからなくても理解してもらえましたね。よかったなと思っています。ですから歌三振を世界に広める人たちたくさんいるんだけど、我々みたいに楽器を持って行ってそこにプレゼントをして、そこで三振教室を開いてもらって三振クラブを作る。三振クラブを作って三振愛好者を増やしてもらう。そうやってそこの現地のイベントに参加してどんどん広めてもらいたいというのが大きな狙いで。ですから楽器をプレゼントまでしたのを我々団体ぐらいだろうと思っています。その125 25丁です。の中でどれぐらい修理されたんですか？もう大分が修理で、もうお金換算できないぐらい一応1万円前後かかって、もう100兆余りでその100万円、150万までなってると思うんですけどね。プレゼントした人たちは100名近くいますので、これはもう一つは途中でやめることができないというのは、その三振を送った人たちの思いに反するから、なんだこの程度の運動かと言われたら困りますのでね。だから三振を送った人たちに愛すまないと思う気持ちもあります。もうそれだけの思いで我々にプレゼントしてくれたわけだから、頑張ってくれよと。いいことだから、あなた方の運動は素晴らしいことだから頑張ってくれよという思いも100名の方々からはあるわけですよ。だから途中でやめることはできないですね。楽器という楽器ができない人なんですよ。だけど三振のこの音色が好きで、時間的には結構年数になってるんですけども、でも三振はうまくならないんですよ。はい。だけどうまくはならないけども、もうね、僕防止のためにまたみんなと一緒に楽しみながら、うまくなったねとかそういうことも少しずつ言ってくれるんで、ちょっと嬉しくなって頑張ってます。出身はどちらですか？はい、熊本です。はい、沖縄に来てね、沖縄のね、人たち、沖縄の心というのをね、知りたいなと、近くにね、そういう機会も与えられたんで、三振を弾いて、なんとかね、少しでも近づこうというふうに思いました。だから先生がこれだけ40年近く三振の制作についてもうこのお稽古の時にもうお話ししてくれてるので、大体先生が次言うことはどんなだな、次何話するなまで分かるようになりました。それで現在はマネージャーというふうに名乗っております。今後なんですけど、この活動を通して沖縄とか世界がどういうふうになってほしいかっていう思いみたいなのがありますか？僕は当初はね、沖縄の、先ほども言いましたように、沖縄の豊かな文化を世界に発信するということと、これだけではなくして、地元の
子供たちにこの素晴らしい文化を伝えること、そして子供たちに誇りを持たせること、誇りを持ってやれば世界中どこ行ってもどうすることないということと、今後は世界の各国で起こった三振競争を開いてもらいたいということと、オンラインの三振クラブフェスタ、オンラインでできないかなということと、5年おきに世界の沖縄大会、この三振を持ちようと沖縄来て、の三振演奏会っていうものができれば、これ締めたなと思うんだけどね。なるほど。の三振フェスタをやれば、持ち寄ってやれば、もうある程度は成功したかなと思っています。まず人間はですよ、どこの世界の人間でも同じだと思うけど、パンのみね生きられない。必ず原因が何があってこそ喜びがある。だから沖縄がですね、去った戦争ですごく困ったじゃないですか。子供やら特に女の男が戦死して、そしたらね、中に収容所があって、そこで集められた難民がですよ、食べるものいっぱいあるけど心を慰めるものがない。そしたらカンカラダシを作って、それを弾いて、みんなそれを見て、いわゆる芸能ですよね。それで腹は満ちたけど満足じゃない。やっぱり心を支えるの、こういう伝統舞踊、工芸、さっきおっしゃった楽器があってこそ全ての芸ができる。それを見て癒されて、あとはいい生活に戻ったと。だから人間の心を癒すにはどうしても音楽が必要だと僕は思うんですね。この沖縄の楽器がですよ、世界の楽器と比べたらですね、まずフラットがついてる。沖縄の三振。ギターなんかついてる。フラットがつかないこういう弦楽器はバイオリンと三味線だけ。じゃあどうしてこれをね、生きこなすとかいい芸を作るには相当の熟練がいるんですよ。世界的にはすごく優れた楽器だと。だからこれをですね、世界のうちなんちゅうにどんどん三振を送ってですよ、琉球の伝統を残していくと。だから桂先生の発想がですね、僕はすごく希望を持っててね、どこまでも協力して一緒に送ろうと。だから桂先生のどこまでもついていく。沖縄で三振いらないという人が桂先生のところに持ってきてあげたら、すぐ持ってって使えるんじゃなくして、これまたケアしないと使えないのがあるから、これ全部僕の責任を持ってちゃんといけるように仕上げていく。これはもう二人で一つの仕事を成し遂げようと。だからこれからですね、今までの気持ちよりもなおさら世界に沖縄の伝統を広げていこうと、すごく夢を大きく持ってるんです。先生、ありがとうございます。すごいです。ですからね、起訴した100名の思い、送られた三振も先ほど言ったように、修繕をやってくる又吉さんの思い、そうやってたくさんの人たちの思いで運動ができてるんですよね。だから一つでもかけたら僕らの運動はできないわけで、今後とも皆さんの関係する団体の人たちの思いを一つにして大きく運動を広げていったら、どんどん我々の三振も世界に広がっていくんじゃないかな。三振はね、話はちょっと違いますけど、我々県は移民の国県ですので、ハサトマルという船でブラジルに日本人の移民が行くんですよ。そこ800名近くの北は北海道、南は九州、沖縄までの移民の人たちが渡るんですが、神戸から出ていくときに、沖縄の近く来たときに三振の音が聞こえて、この物悲しい三振、そこの中で物悲しい三振の音が、これを別れの歌だろうと思うんだけど、ブラジルに40年史にあるんですよ。そこの中で、やっぱし楽器を持って渡ったのは沖縄県民移民だけです。鹿児島県人とか熊本県人とか東京、青森いろんな人いるわけなんだけど、楽器を持って渡ったのはうちなんだけなんですよね。だからその非常に三振というもののどういう感情で持っていったかということは、そういう中で終わってるかなと思いますね。三振は沖縄の人の心ですよ。沖縄人であれば、僕のとこがペルーにいっぱいいるんですね。来たことないよ、沖縄に。シャミーナの聞いたら、締め付けられる思いって。これも沖縄人の遺伝子があるからだと僕はそう思っていますね。だから三振は今後国際的になって沖縄というのを世界に沖縄を広めていきたいな。根から思ってます。頑張ります。今ね、桂先生のところに寄ってくるおじいちゃんが三振やった。だけどおじいちゃん亡くなった。子供からやらない、いらない。それをまた桂先生のところで寄ってくるんですよ。
そうしたらね、弾ける状態じゃない。10年も20年もするから。これをまたね、責任持って僕がやって、三振にする。弾ける楽器としてやる。これが僕の仕事です。酒は飲めない。僕は酒は腹いっぱい。そしてもう一つは、三振を弾ける。僕は全く三振弾けない。僕は三振弾けなかったのが、運動10年間できた根拠だと。三振弾けたらね、なんとか流派とかね、こう振り回されてね、こう弾けなかったのが僕は10年間もできた根拠だと思いますよ。三振弾けたら、古典音楽派とかね、沖縄民謡とかね、そうやって野村流派とかとらわれて、振り回されて、僕はどっちにこうないから、堂々としてるわけであってね。中立に。そう。これができたんです。ウニゲーシャビラ